皆さんこんにちは。今日は心臓病とコレステロールのお話をします。遺伝によるものではない限り、コレステロールは薬を飲まなくてもかなり下げることができるんです。コレステロールや中性脂肪がなぜ上がるのかを知って、どうしたら下げられるのかを知りましょう。なぜコレステロールや中性脂肪が適正な値の方が良いのでしょうか。コレステロールは心臓病のもとです。まず有名なのが動脈硬化ですよね。これ血管の絵だと思ってください。コレステロールは血管の中に常に少しあります。で、それが増えてしまうと、血管の壁に染み込みやすくなります。染み込みやすくなるコレステロール、それから染み込んでしまった後のコレステロール、オレンジ色の少し小さい LDL と書いてありますけれども、コレステロールが変性するんです。変性した LDL、これが超悪玉と言われるもので、これがたくさん溜まって動脈硬化ができてしまうと言われています。超悪玉コレステロールというのは、中性脂肪や高血糖などによってLDL のサイズが小さくなったり変性してできるものです。黄色いコレステロールが悪玉なんですが、オレンジのコレステロールは超悪玉と言われています。LDL コレステロールが溜まると動脈硬化だけではなく、不整脈も起こりやすくなります。この複雑な形、これ心臓のつもりなんですけれども、LDL というのは当然心臓の中にも常にあります。で、ところがその心臓の血液の中にいっぱい溜まると、やはり超悪玉に変わって、心臓、特に心房と呼ばれるところなんですけれども、そこにたくさん溜まる。そうすると心房細動という不整脈が出てしまいます。心房細動は動悸の元になる大変厄介な不整脈です。さらに LDL や中性脂肪が高くて超悪玉コレステロールが増えると、それは心不全とか心臓弁膜症の元にもなります。さっきの心臓の絵ですけれども、この下の部分、心室というところに超悪玉コレステロールが溜まってしまいますと、心臓の動きが悪くなります。で、さらに心臓の出口にある弁、特に大動脈弁というところですけれども、それに溜まると大動脈弁狭窄症という最近お年寄りの方に増えている心臓弁膜症の元になるとも言われています。要するに LDL コレステロールっていうのは動脈硬化、心房細動、心不全を誘発する原料、そして中性脂肪は LDL コレステロールを超悪玉に変える、サポーターと、そういうような立場だと思ってください。LDL と中性脂肪が合わさると心臓病になるということですね。で、コレステロールは食事を食べると増える。こういうことをよく言われてますよね。コレステロール食べない方がいい。卵はやめよう。そういうことです。本当でしょうか？血液中の LDL コレステロールと中性脂肪を減らしたいから、食事中のコレステロールを減らそうということについて考えてみましょう。いろいろな食品に含まれるコレステロールの量ですけれども、やっぱり卵1個には 230mg。まあ多いですよね。で、ベーコン 100g。一度に 100g 食べる方はそんなにいないと思いますけれども、それには 60mg。イワシは2匹食べる部分 100g という、そのサイズの場合にはですね、80mg。ベーコンは60、イワシは80。ベーコンよりイワシの方がコレステロールが多い。じゃあイワシを食べると危ない。本当でしょうか？で、コレステロールはどこから来るのかというのを考えてみる必要があります。血液中のコレステロールというのは肝臓で合成されるのが8割、食事から取れるのが2割。要するに食事中のコレステロールが多い時というのは体の中で、コレステロールの合成を減らして血中濃度が変化しないように調整されているのです。ですから、食べ過ぎたからといって血液中のコレステロールがそんなにすぐに上がるということはありません。スイカいっぱい食べてると顔が赤くなったり、ピーマンいっぱい食べてると顔が緑になるとか、そんなことないでしょ。コレステロールもそんな感じです。血液中のコレステロール、LDL コレステロールを上げ下げするのは食事中のコレステロールではなくて、実は脂肪酸の方が重要なんです。LDL を上げるのが飽和脂肪酸、下げるのが多価不飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸とよく言われています。またその食品中の不飽和脂肪酸と飽和脂肪酸の量を見てみましょう。
卵の場合には飽和脂肪酸が 1.6g。で、ベーコンが 6.9g、イワシが 2.7g。コレステロールの量で見るとイワシ多かったですけれども、飽和脂肪酸の量で見るとイワシは多くないんですね。むしろ不飽和脂肪酸の割合の方が 3.2g と高いということがわかります。イワシはベーコンよりコレステロール多いんですけれども、飽和脂肪酸が少なく高く飽和脂肪酸が多いと、どちらかというと LDL を減らして心臓病になりにくくさせる作用をイワシは持っているんです。食事中のコレステロールの量よりも飽和脂肪酸が多いかどうかに気をつけましょう。飽和脂肪酸っていうのは動物性の油、バター、生クリーム、美味しいものですよね。そういうのにたくさん入っています。で、不飽和脂肪酸、青魚、イワシとかサンマとか、あとエゴマ油、アマニオイルとか、そういうものです。こちらも別にまずくはないですよね。で、どちらかといえばお魚の方を食べましょうということです。で、結局コレステロールっていうのは心臓病、動脈硬化だけではなく不整脈、心不全の元だと思ってください。コレステロールを食べる量よりも質の方が問題だと思ってください。トランス脂肪酸ってちょっと今回お話しませんでしたけれども、工業的に作られるマーガリンのようなものですね。そういう脂肪酸よりも不飽和脂肪酸を食べてくださいというお話でした。次回は中性脂肪のお話、それから LDL コレステロールを下げるにはどうしたらいいかという話、それらをお話していきます。